こんにちは、闇のやり込みプレイヤーことのはあかねです。スカイリムの破壊魔法は弱いと昔からよく言われてきましたが、AE では強力な破壊魔法が多数追加され、高難易度でも十分活躍できるようになりました。その中でも特に高いダメージを出せるのがエレメンタルブラストです。しかしこの魔法は複雑な仕様をしており、特定の手順を踏まないと最大ダメージを出せないようになっています。そこで今回はエレメンタルブラストの性能を最大限引き出すためのビルド、エレメンタルマスターの作り方を紹介します。まずは種族ですが、ハイエルフの女性にします。破壊魔法は後ろに下がりながら撃つ場面が多いのですが、その際移動速度が速い方が有利になります。ハイエルフは全種族で最も移動速度が速いので、その分破壊魔法に向いているというわけです。名前は魔法使いなのでマニカちゃんで、それではヘルゲンを脱出します。ハドバルとレイロフどちらと逃げるか選べるのですが、今回はハドバルルートにします。どちらでも大差ないのですが、最初の戦闘がない分こちらの方が早く済みます。道中の敵は全てスルーしますが、回復薬はなるべく拾いながら逃げていきます。ヘルゲンを脱出したら、リバーウッドへの道中に大守護石があるので、ここで魔術師の石碑をセットしておきます。ホワイトランから馬車でウィンドヘルムに向かって、そこから南西に進むと、マーラの目の池に到着します。中央の小島から地下に入って、中にいる吸血鬼からサングイネア吸血症をもらいます。この際しばらく吸収魔法に耐える必要があるので、回復薬は多めに持っておいた方がいいというわけです。サングイネア吸血症をもらったらすぐそばの孔子の間に逃げ込んで、3日間待機します。これでこのキャラは吸血鬼になりました。そうしたらそのまま孔子の間のクエストを進めて、血虫の兜を入手します。これにはアンデッドに対する魔法を 25% 強化する効果があり、プレイヤーがアンデッドなら自分に対する魔法も 25% 強化されます。試しにこの状態で素人のフードをかぶってみます。本来は最大マジカプラス30の効果ですが、血虫の兜で強化されてプラス37に数値が上昇してます。それ以上に重要なことは、この時点でこのキャラはアンデッドに固定されたということです。詳しくは聖職者アンデッドになる方法という動画を見てほしいのですが、ゲーム開始後なるべく早く吸血鬼になることで、その後吸血鬼を治療しても永遠にアンデッド状態が続くようになります。ゲームを開始したらまずアンデッドに固定する。これが令和のスカイリムの新常識なのは今更言うまでもありませんね。クエストが完了したら、黒鉱石など金目のものを回収してから外に出ます。次は魔術スキルを鍛えたいので、リフテンにやってきました。まずはこれまでの戦利品を売ってお金を作ります。商人のお金がなくなったら、セーブしてから殴って敵対して、その後ロードすればお金が復活するので、これを繰り返せばいくらでも売り続けることができます。というわけで黒鉱石を一つ残して戦利品を売り切りました。そうしたら宮廷魔術師から、小音、豆苗、聖者の光の呪文書を購入します。酒場でマラマルから結婚についての話を聞いて、マーラのアミュレットを購入したら、マーラ聖堂でさらにマーラの祝福を得ます。これで回復呪文の消費を合計で 25% 軽減できるようになりました。そうしたらウィンターホールドへ向かって、ファラルダから入学試験を受けます。宿屋で休息ボーナスを得てから、ドレビスに話しかけて、ルオカセル大学関連の仕事は何かあるかという選択肢を選びます。すると秘術の収束点を浄化するクエストが開始されます。秘術の同調手袋を装備してから、秘術の収束点を調べると、ランダムでバフが発生することがあるのですが、目当てのものが発生しなかったらリセットして調べ直します。これを何度か繰り返せば、そのうちプラス100マジカ上昇というバフが発生します。これは最大マジカが上昇する効果に見えるのですが、実際にはものすごい勢いでマジカが回復し続けます。これが発生したら素人のフードをかぶってから、ひたすら小音を唱え続けます。小音は近くに敵がいなくても唱えるだけでスキル経験値が入るので、これを唱えるだけでかなりの効率で幻惑スキルを鍛えることができます。というわけで幻惑スキルを50まで上げました。そうしたら次はミッテンに入って、ドラウズルに聖者の光を当てて回復スキルを鍛えます。回復スキルが40まで上がったら、一度ミッテンから出て、コレットから聖者の息吹の呪文書を購入します。そうしたらミッテンに戻って聖者の息吹で引き続き回復スキルを鍛えます。というわけで回復スキルを70まで上げました。
次は打者でソリチュードに向かいます。門の前まで着いたら、崖の上めがけて豆苗を打ち続けます。するとなぜかものすごい勢いで編成スキルが上昇します。あまりに上昇速度が速くて表記が追いつかないので、ある程度打ち込んだらスキルツリーを開いてスキルレベルを確認します。レベルはこの時点で上げてしまって構わないので、ステータスの上昇は全て体力につぎ込みます。肝心の編成スキルは、すでに100まで上がってました。上昇の表記はまだ30代なので、この方法がいかに早いかが伺い知れますね。そろそろ移動手段が欲しいので、アルケイナイウムにやってきました。カウンターの上のソランの日記を読むと、伝説の生物のクエストが開始されます。リフテンの東に出現する一角獣を捕まえるクエストです。というわけで早速捕まえました。そうしたら孔子の間から南東に進んで、精霊の石碑まで来ました。ここで血虫の兜をかぶってから、精霊の石碑をセットします。そのままスキルツリーを開いて、編成パークの精霊を取得します。精霊の石碑や精霊は自身がアンデッドなら血虫の兜で強化可能なので、これでこのキャラの魔法吸収率は 100% まで上がりました。そうしたら次はウィンターホールドから西に進んで、ホブのフォール洞窟に行きます。ウィンターホールドとボーンスターの中間くらいに位置する洞窟です。中にはスケルトンと資料術師が出現しますが、資料術師の魔法は確実に吸収できるので、スケルトンの攻撃だけ受けないように気をつけて駆け抜けます。ある程度進むと開けた場所に出るので、隅にある古代呪文の書の宝箱を調べます。すると中に大量の呪文書が入っているので、全てを回収してから脱出します。先ほどの宝箱にはクリエーションクラブコンテンツ、アーケインのアクセサリーで追加された呪文書が全て入っており、スキルレベルに関係なく上位の呪文を習得できます。これで解き放たれた陶器が使用可能になったので、これを唱えながらマップを開いて、ウィンドヘルム馬屋にファストトラベルします。解き放たれた陶器はファストトラベル中もスキル経験値が入るので、ホブのフォール洞窟からウィンドヘルム馬屋までファストトラベルすると、それだけで破壊スキルが58まで上昇します。もう少しスキルレベルを上げたいのでウィンドヘルムの中まで移動して、もう一度馬屋にファストトラベルします。すると、破壊スキルを60まで上げることができました。これでスキル稼ぎはほぼ終了なのですが、パーク取得前に吸血鬼を直しに行きます。まずは適当に根膜の藤吹を購入して、黒鉱石に魂を捕らえます。そうしたら次はモーサルに向かって、宿屋で噂話を聞きます。すると夜明けの目覚めのクエストが開始されます。ファリオンに先ほどの黒鉱石を渡して、儀式場でファリオンに話しかけて、吸血鬼を直します。本来ならこれで血虫の兜による強化は受けられなくなるはずですが、試しに素人のフードをかぶってみます。すると、吸血鬼は治ったはずなのに、血虫の兜で強化されて効果が 1.25 倍になってます。これが序盤でこのキャラをアンデッドに固定した効果です。吸血鬼のデメリットなしで恩恵だけを受けられるので、これは常識にならない方がおかしいレベルの強力なテクニックですね。それではパークを取得するのですが、その前にまず、服を脱ぎます。これから取得するパークは何が影響するかわからないので、プレイヤーが得てる効果はなるべく少なくしておいた方がいいです。それではこれから言う順番でパークを取得してください。この強化ランク2、霊気強化と雷撃強化のランク1、戦慄の幻、霊気強化と雷撃強化のランク2。この順番でパークを取得すると、エレメンタルブラストのダメージは、168になります。エレメンタルブラストの巣のダメージは40でしたが、この魔法は全ての属性強化と戦慄の幻によって強化できるので、これらを取得するとダメージは168にまで跳ね上がります。ただしパークを取得する順番や、その他の状況によってはこれより低いダメージになってしまうこともあります。より詳しい法則については、戦慄の幻はいつ取るのが最適かという動画で解説してるので、よかったら見てみてください。それでは残りのパークを取得していきます。回復パークの聖職者。破壊パークの2連の唱え、2連の衝撃を取得します。これでかなりのダメージは出せるようになったので、次は消費軽減装備を集めます。
リフテンから北に坂を下って、監視塔エリアを抜けたら、右斜め前の坂を登ると、ゼニタールのアミュレットと、ゼニタールの祠があるのでこれらの効果を受けておきます。そうしたらソリチュードに行って、物乞いに1ゴールド渡して話術ボーナスを得て、アンジェリンズアロマティクスに入ります。棚の上に交渉の薬が固定で落ちてるので、人目につかないところまで運んで、懐にしまい込みます。それではレディアント装具店で買い物をします。まずは先ほど拾った交渉の薬を飲みます。それでは店員に話しかけて、破壊の指輪 U を購入します。それなりに高価ではありますが、交渉ボーナスを集めれば追加の金策なしで購入可能です。次はモーサルにファストトラベルして、そこから南に向かって、ラビリンシアンの脇を通り抜ける形で山を越えると、ドレラスの小屋に到着します。必ず事前にセーブしてから中に入ります。するとドレラスと戦闘になるので、エレメンタルブラストで攻撃して倒します。マジカは魔法吸収で回復できるので、マジカ切れの心配はありません。ドレラスを倒したら、死体を調べて装備を確認します。目当てのものを装備してなかったらリセットして、小屋に入る前からやり直します。ドレラスの装備は初めて小屋に入った時点で決まるので、これを何度か繰り返せば、破壊術のローブ U が手に入ります。このローブを手に入れるには高レベルの魔術師をひたすら倒し続けるしかないのですが、ドレラスの小屋なら入ってすぐ高レベルの魔術師が出現するので、ここで狙うのが効率的です。ちなみに破壊消費軽減 20% のローブは現在のレベルでもファラルだから買えるのですが、最終装備の見た目の統一感を考えると、破壊術のローブが一番しっくりくると思います。それでは次の装備を手に入れるため、マルカルスに来ました。宿屋に入って右側の部屋を調べると、机の上にハーツ墓地装甲が置いてあるのでこれを読みます。するとハーツ墓地のクエストが開始されます。カーススパイアで汚れた奇妙な心臓を入手して、それを浄化するか、そのまま墓に戻すか選べるのですが、今回は墓に戻すルートを選びます。するとサイモン・ロダインと戦闘になります。破壊魔法は吸収できますし、物理攻撃は近づかなければ食らうことはありません。というわけであっさり撃破して、墓を調べると、マキシの黒炭装備一式が手に入ります。特に重要なのがマキシの黒炭のコテです。本来なら腕につけられないはずの破壊消費軽減がついている上に、数値も最上位のものと同じになっています。破壊術の指輪 U、破壊術のローブ U、マキシの黒炭のコテを聖職者と血虫の兜で強化すれば、それだけで破壊呪文の消費軽減 100% を達成できます。このように AE では自作不知なし、しかも頭装備なしでも簡単に消費軽減 100% が可能になってます。ソリチュードのブルーパレスでファルクファイアビアードに話しかけて、狼お呼びし者のクエストを開始します。ウルフスカル洞窟で資料術師やドラウグルを退治するクエストです。現在のエレメンタルブラストなら難易度レジェンダリーでもかなりのダメージを出せますし、いくらでも連発可能なので道中の戦闘は全く問題になりません。特にアンデッドに対しては聖職者と血虫の兜による強化でさらに大ダメージを出せています。というわけで最大的騎士を倒して、狼お呼びし者をクリアします。そうしたらブルーパレス前で解き放たれた闘気を唱えて、モーサルにファストトラベルします。これで破壊スキルは70まで上がって、レベルは26まで上がりました。それでは原子分解と、極冷凍のパークを取得します。エレメンタルブラストは全ての属性パークが有効なので、これで体力 20% 以下の敵を麻痺、15% 以下の敵を即死させられるようになります。狼お呼びし者クリア後ソリチュードから離れてレベルを上げると、ファルクから手紙が送られてきます。これを読んでからファルクに話しかけると、狼の女王の目覚めのクエストが開始されます。このクエストではドラウグルや吸血鬼が出現しますが、アンデッドが相手ならすぐに倒せるので苦戦はしません。狼の女王の目覚めをクリアすると、また配達人から手紙を渡されて、これを読めば眠れる狼を起こすなのクエストが開始されます。東帝都社の倉庫から川を渡った場所に資料術師が出現するので、それを退治して囚われたボーウルフを救出するクエストです。資料術師の死体から骨のトーテムを回収して、それをボーンウルフに渡せば救出完了となり、ペットとして連れ回せるようになります。
そしてボーンウルフを連れてる間だけ、ボーンウルフの復讐のボーナスを得られるようになります。すべてのアンデッドに対するダメージが 25% 上昇するとありますが、実際には持続時間も 50% 上昇します。これは聖職者についても言えることですが、継続ダメージが設定された魔法の場合、その持続時間も延長されて、最終的なダメージが跳ね上がることになります。ちなみにここで待てを選んでもボーンウルフの復讐は消えないので、邪魔になると感じる場合は適当な場所で待機させておくのがいいでしょう。それでは最後の装備を入手するため、ソルスセイムに向かいます。レイブンロック鉱山でクレシウスに話しかけて、最後の子孫のクエストを開始したら、ドラウグルを倒しながら奥に進んでいきます。言葉の壁の間ではサークリソスが出現するのですが、アンデッドに対しては難易度レジェンダリーとは思えないダメージを連発できるので、あっという間に倒すことができます。サークリソスを倒したら死体を調べて、サークリソスを入手します。現在エレメンタルブラストのダメージは168ですが、サークリソスを装備すると、210までダメージが上がります。アージダルやドゥカーンを装備してもダメージ表記は210まで上がるのですが、実際のダメージはザークリソスを装備した場合が一番高くなります。ついでなので黒の書、変化の風を読んで、採用の黒の書から同胞の洞察の能力を得ておきます。これは戦闘中従者に破壊魔法を当ててもダメージが発生しなくなる効果で、クエストで一時的に同行する NPC にも有効なので、従者を使わないプレイでも取っておいた方が安心です。これで今回のビルドは完成したので、最後にエレメンタルブラストの性質と効率的な使い方について解説します。エレメンタルブラストの説明文には炎ダメージと雷撃ダメージを与えるように書いてありますが、実際には無属性ダメージと雷撃ダメージの組み合わせです。ダメージの大部分は無属性なので、ほとんどの敵に安定してダメージを与えられます。二連の唱えは本来ダメージを 2.2 倍に引き上げるはずですが、エレメンタルブラストの場合は左右で別々に打った方がダメージが高くなります。さらに細かいことを言うと、同時に複数当ててもダメージの一部は重複しないので、左右で交互に打ち続けるのが最もダメージ効率が良くなります。2連の衝撃を取っていれば2連の唱えでひるませることができるので、距離を詰められたら2連の唱え、離れていれば左右で交互に連発と使い分けるのがいいでしょう。エレメンタルブラストは一発一発のダメージもかなり高いのですが、連発可能で射程も長く、さらに範囲攻撃でもあります。あらゆる状況に対応できるかなり強力なビルドなので、ぜひあなたもエレメンタルマスターを作って遊んでみてください。といったところで今回の動画はここまでです。良ければいいね、高評価してもらえると励みになります。それではまた次回お会いしましょう。